実験大好きエミネムです。今回はね、皆さんもよく経験したことのある S メーターは触れているのに読んでも取ってももらえない、特にね HF7 メガ 3.5 メガでこんな経験されている方は結構多いんじゃないでしょうか。その原因は何だったのかで、それとあと効果的な対策方法、これについてね考えていきたいと思っております。ここでね必ず考えていかないといけないのがやっぱり S メーターの触れ方。これからはねやっぱり QSO の可能性を考えるためにもね、皆さんよくこの S メーターよく見てると思うんですけどね、ここの S メーターの触れもね重要となっておりますので、そこにつきましてもね後半詳しく説明していきたいと思っております。でまずその原因ですけど、一番の原因はねやっぱり皆さん特によく経験する HF の7とか 3.5 メガ、一番多いのがねやっぱりノイズに埋もれて聞こえなくなっていると。誰か読んでるかもしれないけどコールサインが取れない、こういう経験はね、お互いに皆さんされてるんじゃないかなと思います。特にねやっぱり HF のローバンド S メーターガンガン振ってますけどね、なんか読んでも取ってもらえない、これね経験すること結構あると思います。はい、 SSB の場合なんですけど、これ一般論なんですけど、ノイズから声が判別できる、要はノイズレベルと声のレベルですよね。これにはだいたい10倍ぐらいは必要じゃないかなとかよく言われてます。これやっぱり個人差もありますし、ノイズにもいろんなノイズありますからね、もうここで話すとキリがないんですけど、最近ですとねノイズブランカーねデジタル化とかされていってて、以前よりはね確かに効果は高くなっていると思うんですけど、やっぱり聞こえないものはなかなか聞こえないっていうんですか、ノイズでね聞きにくい信号っていうのはねデジタル処理で聞きやすくなりましたけど、聞こえない信号が聞こえるかって言ったらねやっぱりアナログの信号です。なかなかここね今でもまだまだ解決してないんじゃないかなと思います。であとねよく皆さん言われるのが CW ですよね。これはねやっぱり帯域が狭いっていうんですか、普通先ほど使った SSB とかですとね、よく無線機のカタログとか見ますと、大体通常ですとね大体 2.2 キロぐらいの幅のフィルターが入ってるんじゃないんでしょうか。ただね CW になりますとね、通常通信ですと大体 500Hz か少し渾身が激しくなってきましたね 300Hz、 最近でしたらねもうデジタル技術もあります。もう 100Hz でもね全然使っている方多いと思いますので、このね周波数の帯域が狭くなればなるほどノイズから信号が浮かび上がってくるっていうんですか。これはねぜひとも皆さん CW されない方でももうすでにね無線機に幅の狭いフィルター入ってますので、電信聞いていただいたら分かると思うんですけどね、電信の意味は全然ね信号の意味は分からなくてもいいと思うんですけど、聞くとね間違いなく SSB 埋もれているような状態でもね CW フィルターを狭くしていくとね聞こえてくる瞬間っていうのがあると思います。ある意味ねこれはやっぱり驚きに値するんじゃないかなと思います。よく最近運用されている FT8 ですけどね、これもともとがねやっぱり非常にね弱い信号で QSO をすることを前提に作られた通信方式ですので、推奨がねノイズレベルと一緒ぐらいにしましょうと言われるぐらいですよね。FT8 はね皆さん信号の強い方でもパワーを通常よりも落として運用するとか言われるぐらいですので、そういう意味合いでねやっぱり FT8 っていうのは先ほどの CW よりもさらにね帯域を狭くして、でなおかつデジタル処理によってねノイズに強くされてますので、やっぱりこれはもう別格じゃないかなと思います。FT8 は本当にねある意味聞くとびっくりしますけど、全く声にも SSB ですとね何も聞こえないんですけど、コンピューターを通すとね信号が浮かび上がるっていうか文字列に変わってきますので、ここはねある意味驚きに値するんじゃないかなと思います。ほとんどの場合はやっぱり運用するモードに左右されると、ここも重要じゃないかなと思います。なぜやっぱり伝わらないのか、いろいろと説明してますけど、やっぱりね相手と自分が同じ出力とかアンテナでは基本ないと思います。これは誰もが経験してると思うんですけどね、やっぱりこれ違うと思うんですよね。相手の方が出力が大きい場合ですよね、差がある時、これはね間違いなく受け手側の S メーターは強く触れてきます。これはね当たり前ですよね。でやっぱりアンテナの差ですよね。相手の方がいいアンテナを使っている場合、やっぱりね当然先ほどパワーと一緒で S メーターも触れてるんですけど、相手からしますとね我々の方の信号ですよね。受信している信号が当然強くもなりますし、大抵のねやっぱりアンテナの差っていうのは指向性のあるアンテナをお持ちの方が多いですので、大抵の場合はねノイズも低くなりますので、ノイズが弱く信号は強くっていうことでね、さらにね
やっぱり聞き取りやすい状態になってるんじゃないかなと思います。ここで見極めていくべきポイントっていうんですか、大体うまいこと信号が強いのに QSO できないっていうのはやっぱりね、ノイズレベルを確認することがね重要じゃないかなと思います。ノイズが要は S メーターがガンガン触れるような時はね、やっぱりこれ要注意だと思います。逆にね、ノイズが少なければね、これ本当にねS メーターがね触れなくても QSO 結構できるんじゃないんでしょうか。以前ですとね、もう10、20年、いやもう30年前でしょうかね。昔ね、QRP っていうのが流行ってまして、私が四国で運用している時に、50mW で1以来の局長さんと QSO した時に、相手局はね、E スポがちょうど出てまして、59プラス 20dB ぐらいですか。先方からはね、S メーターは触れないんですけど、声がはっきりと聞き取れますっていうことでね、QSO できたこともありますので、やっぱりね、エッチェクでもノイズがなければね、やっぱり相手には信号届いてるっていうんですか。ですのでやっぱりノイズが少ない時はまたね、このお話変わってくるんじゃないかなとは思ってます。ノイズが多い時、特にね、相手の S メーターとの差を確認することがやっぱり重要じゃないかなと思います。要はノイズを起点に相手がどれぐらい信号が強いのかっていうのがね、一つの見極めのポイントじゃないかなと思います。ただね、その相手局が手軽な移動局、この手軽っていうとね、いろんな方がおるんですけど、やっぱり話聞いてましたらね、大体ちょっと来ましたぐらいの方と、あとアパマンの方っていうんですか、アパマンでされてますよっていう方がね、でしたらね、個人的な意見ですけど、同じぐらいの条件の時が多かったのかなとは思ってます。これもね、一概には言えないと思います。当然相手がね、いいロケーションの場合もありますので、一概には言えないんですけど、同じような条件かなと個人的には思うんですけど、自分の実力を把握するということが結構やっぱり重要っていうんですか。これもね、やっぱりロケーションを含めてですよね。やっぱアンテナが良くても、それはもう各局も知っておられると思うんですけど、地上高が高いとね、もう全然これ飛びが変わってくるので、結果的には自分がどれぐらいの実力のシステムを持っとるのかなっていうのもね、絶えず把握していくことが重要じゃないかなと思います。で、私の場合なんですけどね、実際だいたい出力が 20W ぐらいで出ることが多いでしょうか。もうね、ちょっと動画見ていただいたら言うと出てきてると思うんですけど、車から6メーターぐらい、だいたい7メガですと、ダイポール比で言うたらマイナス 4dB とか 5dB ぐらいかな。いや、もっと落ちてるんか、もうちょっとあんのか。コンピューターで計算しても出てはくるんですけど、ただロケーションはね、比較的周りが開けたところには移動はしてるつもりなんで、そこそこだとは思うんですけど、結果的に海外の方ともね QS をしてつくづく思うのが、やっぱり10分の1マイナス 10dB ぐらいが私の実力値じゃないんかなっていうのがね、この最近もうつくづくと痛感している次第です。で、やっぱりね、最悪の場合なんですけど、やっぱりノイズより 20dB 以上強くないと、これ 20dB という言葉ばっかり使って申し訳ないんですけどね、dB ばっかり使ってますから、いや100倍ですよね。QSO できない可能性もあるんじゃないかなと思ってね、最近つくづくと思っております。S メーター、先ほども dB と S メーターっていうのがあるんですけどね、これもね、ちょっと説明させていただきます。SQ っていうのはね、皆さんやりますよね。59。S メーター見てなくても思わず59で返したくなるぐらいですけど、59ですよね。SQ っていうのはね、ある程度ね、これ基準があるそうです。これはね、いろんな OEM 各局が調査されて抱えてますけど、SQ はね、大体どのメーカーさんでもとんでもない数値じゃないみたいなんですけど、問題はこの後の1メモリあたりの関係が結構バラバラっていうんですか。で、普通ですね、1メモリが 3dB から 6dB ぐらいのことが多いそうです。で、これをね、換算しますと、要は1メモリ 3dB の場合ですと、ノイズに対して6以上信号が強くないと QSO できないかもしれないと。で、逆にね、一般で言う重たい S メーターですよね。重たい S メーターでしたら、6dB で3以上。S メーターが3つ以上強くないと QSO できない可能性が濃厚じゃないかなとか思っております。で、例えばですけどね、1メモリ 3dB のリグですと、7メガでノイズが S6 の場合ですよね。例ですけど。下手するとすいません、59、要は3ですよね。3×3 で10。9ですね、実際は。9プラス 10dB。要は S9 じゃ足らないっていうんですか。S9 プラス 10dB 以上でないと QSO できないんじゃないかなと。実際私もよく経験するんですけどね、相手が59ぐらいまで振ってても、ノイズがやっぱりね、6とか7とか振ってたら、結構4でも応答がないことが多いっていうんですか。
で自分自身もねなんかこれちょっと大げさかなと思ってるんですけど、マンダラでもないんじゃないかなとか思っております。であとねこれも私も愛機でよく使ってるんですけどね、QRP っていうか、5W が QRP かって言ったら私的にはちょっと疑問はあるんですけど FT817 なんですよね。この S メーターはね軽くて有名っていうんですか。これもねOM 各局さんが結構いい測定器をお持ちの方が発表されてるんで、ぜひともね参考にね見ていただいたらいいと思うんですけど、当然作られてるロットとか818ですと改善されてるかもしれないんですけど、私の持ってるね初期型比較的初期に近い817の場合でしたらやっぱり1メモリ 1dB ぐらいよく S メーターが触れるんですよ。ということは先ほど S6 でプラス 10dB かなとか言ってたら出力も 5W ですし S メーターもガンガン触れますので、下手したらもうプラス15とか20とかありえんぐらい信号が強くないと QSO できないんじゃないかなっていうのをね冷静になって考えるとね、斜めがじゃあマンダラ嘘でもないんじゃないかなってねつくづく思っているような次第です。で 3dB ってね申し訳ないです。これもねネット調べたらいろんなお店さんに書いてるんですけど、1例だけ書いておきます。例えば50W と 100W2 倍ですよね。まさにこれが 3dB の差なんですよね。S メーター1個分。だから 50W から 100W に出力を上げると 3dB の無線機でしたらね、針が1つぐらい余計に触れるぐらいの差です。であとはね、ヤギアンテナ。これ2メーターでよく合うと思うんですけどね、シングルといわゆるスタックですよね。2つ並べた。実際 3dB も本当はないんですけどね、2dB ちょっとぐらいしかほとんどのヤギはないと思うんですけど、理屈上は 3dB あるんでね書かさせてもらってるんですけど、シングルとスタックの差って言ったらね、出力の差はね 3dB だけですけど、アンテナの 2dB、3dB の差っていうのはやっぱり渾身がなくなる。やっぱりノイズを減らすってことでね、2メーターもノイズは少ないですけど結構あるって言えばありますので、プリアンプ入れたりする場合ですとね、このスタック 2dB 以上の効果があるんで、逆にアンテナの 2dB、3dB とパワーの 2dB、3dB の差っていうのはね、やっぱ解釈全然違うんじゃないかなと思います。であと 10dB、これ10倍を指してるんですけど、10倍の差の代表格っていうのがやっぱりね 10W と 100W で、これねこの解釈難しいと思うんですよ。普通でいう4分の1ダブラーの GP と4エレか5エレぐらいのヤギが 10dB ぐらいの差かなと思うんですけど、ほとんどの方がねやっぱり4エレ5エレのヤギをお持ちの方でしたら、タワーの上にねもう15メーターいや20メーターのタワーの上ですから、場所が全然違いますので実力値はね 10dB 以上あるのかもしれないんですけど、申し訳ないです。アンテナ単体でね比較して理屈だけで言っちゃうとね、4エレ5エレの差がこれぐらいの差じゃないかなと思います。でただね、個人的に以前までですと皆さんからいただく S メーターのリポートしか当てにならないんで、やっぱりね皆さんもそこまで真剣に見たりなかなかできないんでね、ただ S メーターの1つの差が3から6ですから、その1つのメモリの差が大きいんですけど、結果的になかなか統計が取れなかったんですけど、やっぱり皆さんね最近この FT8 をし始めますとね、FT8 の信号の強さっていうのはノイズレベルを基準にコンピューターが自動判断してますので、いろんな解釈とかあるんですけど、まだね他のやつのデータよりはコンピューターが直接返してきてますから、正しいっていうかブレが少ないかなと思うんで、やっぱりね FT8 やり始めてからさらにね自分の力のなさっていうのをね痛感するようになりました。やっぱり本日のまとめっていうことで、やっぱりこういう形でね、確かに理屈ばっかり喋っても面白くないんですけど、やっぱりねコンディション最近だんだん良くはなってきているとは思うんですけど、結構ノイズの多い日っていうのが多いと思うんですけど、やっぱりね更新できない時にはやっぱりねダメな理由っていうのを冷静に考えてみるのもいい機会じゃないかなと思います。やっぱりそこでねやっぱり自分の実力を知るっていうんですか、更新できた時は逆に言うたら相手局に感謝じゃないんですけど、家内の場合はね私みたいな BF な設備でしたら本当に相手さんにねだいぶお世話になってるっていうんですか、 HF もそうなんですけど、特に50メガ2メーター430はね本当にノイズが少ないですので、信号が良くても相手の方の設備が良ければ取ってもらえるんでね、2メーター430はねやっぱりね相手局に左右される傾向ですので、毎回ね本当に頭が下がる思いでございます。こういう形で電波が飛ばないからって言うて
アンテナに投資したりパワーを上げたりっていうのもねあるとは思うんですけど、冷静になればねこういう理屈っていうんですか、理屈が分かるようになりますとね、アマチュア無線も楽しくなってくるんじゃないかなと思います。やっぱりライセンスフリー無線で比べますとね、やっぱりこのパワーに関しましてはね、制約が非常に甘いっていうか、アンテナについても甘いですので、当然実力の差っていうのがね起こってしまうとは思うんですけど、それでもねやっぱりそれはそれで楽しむっていうのがアマチュア無線だと思います。ぜひともねライセンスフリーに比べてやっぱり有利な方不利な方っていうのはいろいろとおるとは思うんですけど、それでもねやっぱり楽しめるのがアマチュア無線だと思います。ぜひともね SSB、CW でやっぱり FT8 含めてね、やっぱり先ほども説明した通りやっぱりノイズに対して強い弱いもありますので、モードとかバンドとかをね上手に組み合わせしながら自分の弱点をね生かしながら、で場合によりましたらね相手の局長さんの協力も得ながら楽しい QSO がね楽しめたらいいんじゃないかなと思っております。結構ねこの S メーターにつきましてはね、ネット上でも OEM さんが結構いろんな情報を提供しておられます。私はねちょっと測定器がないんでね、好きな値っていうのはねなかなか皆さんにお伝えできないんですけど、やっぱり OEM 各局はね詳しいこと書かれてますので、ぜひともね無線機ご購入された場合は OEM 各局のそういうホームページを見られて S メーターのフレット信号の強さ、これもね一通り勉強しておけば結構ね役立つんじゃないかなと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。